私は、ゲージをめくる手が震えた。眠ったまま、地下に残されたものだけに、そのものは近づく。2026年5月、ポーランド、アウシュビッツ、世界で最も重い沈黙が漂う。その場所で実際に起きた話だ。博物館の閉館時間は過ぎていた。観光客たちはとっくに帰っていた。警備員の足音も、もう聞こえなかった。気づいたとき、私は一人だった。地下の処刑室。完全な暗闇の中に、取り残されていた。スマートフォンの光だけが頼りだった。電池残量は 14%。壁は石造りで、空気はひどく冷たかった。ここで何千人もの人間が、声も出せずに息を引き取った。その事実が、全身にのしかかってきた。助けを呼ぼうとした。しかし声は、石の壁に吸い込まれるように消えていった。その時、聞こえた。足音だ。最初は遠かった。かすかで、規則的な、足音。私は息を止めた。警備員が戻ってきたのかもしれない。そう思いたかった。しかし、おかしかった。足音は廊下の外からではなく、この部屋の奥から近づいてきていた。壁の向こう側から、一歩、また一歩、確実に、私のいる場所へ向かってくる。スマートフォンの光を向けた。そこには何もなかった。ただ、古い石の壁だけがあった。しかし足音は止まらなかった。むしろ、はっきりと聞こえるようになっていった。私の理性は叫んでいた。逃げろ、と。だが足は動かなかった。それよりも強い何かが、私をその場に縛り付けていた。足音が止まった瞬間、私は壁のある一点に気づいた。光をかざすと、そこには細い隙間があった。人一人が通れるかどうか、というほどの隙間が。そして私は、その足音を追うことを選んだ。この判断が正しかったのか、今でもわからない。ただ言えることは、その先に見たものが、私の人生を永遠に変えたということだ。歴史のどの記録にも残されていない廊下、そしてその壁に刻まれた、無数の手の跡、触れた瞬間、私は思わず手を引いた。暖かかったのだ。石が、まるで今もそこに誰かがいるかのように、確かなぬくもりを持っていた。これは私の日常が、完全に壊れた夜の話だ。私は、特別な人間ではない。毎朝同じ時間に目を覚まし、コーヒーを一杯飲んで、その日の予定を確認する。そんな、どこにでもいる普通の人間だ。旅が好きで、歴史が好きで、知らない街を一人で歩き回ることに、妙な安らぎを感じていた。2026年の春、私はヨーロッパを旅していた。ポーランドへ向かったのは、特別な理由があったわけではない。ただ、ずっと気になっていた場所があった。アウシュビッツだ。学生の頃から、その名前は知っていた。歴史の教科書の中で、何度も目にしてきた場所。しかし、知識として知っていることと、実際にその土地に立つことは、全く違う話だと思っていた。だから私は行くことにした。自分の目で見て、自分の足で歩いて、自分の皮膚でその空気を感じたかった。クラクフに着いたのは、5月の穏やかな朝だった。空は澄んでいて、風は少し冷たかった。ホテルに荷物を置いて、私はすぐにバスに乗り込んだ。アウシュビッツまでは、約1時間半の距離だ。車窓から見える景色は、ごく普通のヨーロッパの田園風景だった。緑の草原、赤い屋根の家、のんびりと走るトラクター。これから向かう場所のことを、少し忘れそうになるほど、穏やかな景色だった。博物館に着いたのは、午前10時を少し過ぎた頃だった。入り口では、多くの観光客が列を作っていた。様々な国の言葉が飛び交い、カメラのシャッター音が響いていた。私はガイドツアーには参加せず、一人で見て回ることにした。鉄条網、監視塔、無数のバラック、教科書で見た写真と、目の前の光景が、少しずつ重なっていった。しかし、それでも私はまだ、どこか現実感を持てずにいた。あまりにも広すぎる。あまりにも静かすぎる。あまりにも、普通の景色に見えてしまう。第一棟、第二棟と順番に歩いた。展示室を一つ一つ丁寧に見た。気がつくと、時間は随分経っていた。地下へ続く階段の前で、私は少し立ち止まった。薄暗い入り口から、冷たい空気が漂い上がってくる。ここが、死刑室のある地下だ。私はゆっくりと、その階段を振り始めた。何かが、変わり始めていることに、まだ気づいていなかった。地下へ続く階段は、思ったより急だった。一段、
また一段と降りるたびに、空気の質が変わっていくのが分かった。地上の冷たさとは、まるで違う。もっと重い、もっと湿っている。まるで、長い年月をかけて積み重なった何かが、そこに沈殿しているような感覚だった。階段を降り切ると、狭い廊下が続いていた。天井は低く、壁はむき出しのコンクリートだった。照明はかろうじてついていたが、その光波弱々しく、廊下の奥まで届いていなかった。私は歩みを進めた。最初に気づいたのは、音だった。どこか遠くから、かすかな音が聞こえた。最初は空調の音だと思った。古い建物にはよくある。配管の振動音のようなものだと思った。だから、無視した。次に気づいたのは、匂いだった。土と、錆と、もう一つ、うまく言葉にできない何かが混ざった匂いだった。博物館の古い建物特有の匂いだろうと思った。気にしないようにした。そして、温度だった。廊下のある一点だけ、明らかに温度が違った。足を踏み入れた瞬間に、肌がそれを感じた。冷たいのではない。むしろ、わずかに暖かかった。地下なのに、誰もいないはずなのに、それでも私は、何か理由があるはずだと思った。外気の流れ込み方が違うのか、壁の構造の問題なのか、そういうことにして、先へ進んだ。死刑室の前に立った。重い鉄の扉が、少しだけ開いていた。私は中に入った。部屋は小さかった。ここで、どれだけの人が最後の時を過ごしたのか、その事実が、静かに胸に落ちてきた。しばらくそこに立っていた。その時、廊下の方から、また音がした。今度は、違った。空調でも、配管でも、ない。もっとはっきりした音だった。リズムがあった。感覚があった。それは、誰かが歩いている音に、あまりにも似ていた。私は振り返った。廊下には、誰もいなかった。でも、音は続いていた。そして、それは確実に、近づいてきていた。次回、私はその音の正体を確かめようと、廊下の奥へと踏み出した。そこで、見てはいけないものを、見てしまった。違った。空調でも、配管でも、ない。もっとはっきりした音だった。リズムがあった。感覚があった。それは、誰かが歩いている音に、あまりにも似ていた。私は振り返った。廊下には、誰もいなかった。でも、音は続いていた。そして、それは確実に、近づいてきていた。私は壁に背中を押し付けた。息を止めた。心臓の音が、耳の奥で鳴り響いていた。足音は、止まらなかった。一歩、また一歩、確かなリズムで、こちらへ向かってくる。私は目を凝らした。暗闇の中に、何かが、いた。最初は、ただの影だと思った。壁のシミか、光の錯覚か、そう思いたかった。でも、違った。それは動いていた。ゆっくりと、しかし確実に、人の形をしていた。背が低く、肩が細く、まるで子供のような輪郭だった。私は声を出そうとした。でも、喉が閉まって、音にならなかった。体が、完全に固まっていた。足が、地面に縫い付けられたように動かない。その影は、私の3メートル手前で、止まった。静寂が戻った。いや、静寂ではなかった。何かが、聞こえていた。それは、かすかな呼吸音だった。規則的で、穏やかで、まるで眠っているような息遣いだった。私はゆっくりと、スマートフォンのライトを向けた。手が震えていた。光が、その場所を照らした。何もいなかった。誰もいなかった。ただ、廊下の先に、見たことのない曲がり角があった。さっきまで、そこには壁があったはずだった。私は確かに見ていた。行き止まりだった。でも今、そこには細い廊下が続いていた。奥へ、奥へと、闇の中に消えていくような廊下が、壁は、むき出しのコンクリートだった。湿っていた。冷えていた。そして、廊下の入り口の壁に、びっしりと何かが刻まれているのが見えた。近づいた。ライトを向けた。それは、手の跡だった。無数の、手の跡だった。爪で引っかいたような、必死に刻んだような、そんな跡が壁一面に広がっていた。私はその後に、指先を触れた。そして、息を飲んだ。冷え切ったコンクリートの中に、確かなぬくもりが残っていた。まるで、今しがた誰かが触れていたような、生きた温度が。次回、私はその廊下の奥へと踏み込んだ。そこで目にしたものは、どんな歴史書にも記されていない。
この場所の真実だった。そのぬくもりは消えなかった。私は何度も壁から手を離した。そしてまた触れた。やはり暖かかった。コンクリートは本来熱を吸い取る。人の体温などすぐに奪い去ってしまう。なのにこの壁は違った。まるで内側から滲み出るような静かな温度があった。私は息を整えようとした。しかし胸の奥が締め付けられてうまく空気が入ってこなかった。その時だった。廊下の奥から音がした。足音ではなかった。それよりももっと小さな音、かすかな絹ずれのような音。何かがこちらへ近づいてくる気配。私は振り返った。暗闇の中に輪郭があった。はっきりとした形ではない。ただそこに何かがいた。私は動けなかった。足が地面に縫い付けられたように一歩も踏み出せなかった。輪郭はゆっくりと近づいてきた。そして止まった。私から3メートルほどの距離で暗闇の中に目があった。光を持たない深い目。その目が私を見ていた。ただ見ているだけではなかった。私の中を見通しているような感覚があった。過去も今もこれから先も全部見えているような、そういう目だった。私は叫ぼうとした。声が出なかった。喉が完全に閉じていた。その時声が聞こえた。音ではなかった。言葉だった。日本語だった。私の名前だった。確かに私の名前が呼ばれた。どこから聞こえたのかわからなかった。耳に届いたのか頭の中に直接響いたのか、その区別もつかなかった。ただ確実に私の名前だった。誰にもこの場所では名乗っていない。ガイドにも入館記録にも本名は書いていない。それなのにその声は正確に私を呼んだ。私は一歩後ずさりした。壁に背中が当たった。その壁も暖かかった。目はまだ私を見ていた。責めているわけではなかった。怒っているわけでもなかった。ただ伝えたいことがあるような、そういう目だった。私はその目から視線をそらすことができなかった。そらしてはいけないと本能が告げていた。やがて輪郭はゆっくりと振り返った。廊下の奥へ向かって歩き始めた。足音はしなかった。ただ気配だけが静かに遠ざかっていった。私はその背中を追いかけていた。気づいた時にはもう動いていた。理性は止めようとしていた。それでも足は動き続けた。あの目が私に何かを示そうとしている。そう確信していた。廊下の先に光はなかった。しかし恐怖もなぜか薄れていた。その夜の出来事は帰国した後も私を離れなかった。日常の何気ない瞬間にあの目が蘇ってくる。帰国してから3日が経っていた。自分の部屋でいつも通り目を覚ました。窓から差し込む光は柔らかかった。コーヒーを入れ椅子に座った。何も変わらない朝のはずだった。しかしカップを手に取った瞬間、指先が震えていた。理由はわからなかった。いや、わかっていた。あの地下室の冷気がまだ指の奥に残っていた。シャワーを浴びた。暑いよ。長い時間頭から浴びた。それでも消えなかった。首の後ろに感じるあの視線。誰かが見ている。振り返っても誰もいない。でも確かに感じる。それは毎朝繰り返された。電車に乗っていると人混みの中でふと立ち止まりたくなる。何かが後ろに来ている気がする。足音が聞こえる気がする。あの石造りの廊下に響いた足音と同じリズムで。夜になるとさらに強くなった。部屋の電気を消した瞬間、暗闇があの地下室の暗闇と重なった。目を閉じると浮かぶのは壁に刻まれた手の跡だった。無数の小さな手の跡。あの感触が蘇った。暖かかった。石が暖かかった。それがどうしても頭から離れない。石がなぜ暖かかったのか。何十年も前に命を落とした人々の最後の痕跡がなぜ今も温度を持っていたのか。ある夜眠れなくてスマートフォンで画像を検索した。アウシュビッツに関する様々な記録写真。しかしあの廊下はどこにも出てこなかった。正式な記録にも観光ルートにも存在しなかった。私が歩いたあの廊下は一体何だったのか。翌朝
鏡を見た。自分の顔が少し変わって見えた。目の奥に何かが宿っているような気がした。あの地下室で目があった。あの存在と同じような色が錯覚だと思いたかった。でも、確信が薄れていった。私は一人でポーランドから帰ってきたのだろうか。本当に一人で。次の夜、ドアの向こうで音がした。足音だった。その存在が何者なのか。私はポーランドから帰国した後、答えを探し続けた。図書館に通った。記録を漁った。アウシュビッツに関する文献を片っ端から読んだ。そして、ある証言に行き着いた。戦後間もなく、収容所の生き残りが残した手記だった。その中に、こんな一節があった。地下の処刑室には、毎夜、見回りをする者がいた。死んでいった者たちの名を、一人ずつ呼びながら、私は、息が止まった。あの足音は、見回りだったのか、死者を数えていたのか、手記はさらに続いていた。その者は、生きている者には決して近づかない。ただ、一つだけ例外がある。私は、ページをめくる手が震えた。眠ったまま、地下に残された者だけに、その者は近づく。まるで、死者と少女の境を確かめるように、全身が消えていった。あの夜、私は眠っていた。警官部の地下室で、気を失うように眠り込んでいた。つまり、あの存在にとって、私は、境界線の上に立っていたのだ。死者でも、少女でもない場所に。だから、近づいてきた。だから、私を見た。なぜ私だったのか。その答えも手記の中にあった。そのものが選ぶのは偶然ではない。何かを感じ取れるものだけが残される。私は旅の計画を思い返した。あの日、私は団体ツアーではなく単独で訪れていた。閉館ギリギリまで地下室にとどまっていた。他の観光客が足早に通り過ぎた場所で私は立ち止まっていた。壁のシミを見ていた。床の冷たさを感じていた。名もない人たちのことを考えていた。それが条件だったのかもしれない。記録に残らなかったろうか。暖かかった手の跡。あれは感じ取れるものにしか見えないのだと。手記の最後の一行が今も頭から離れない。そのものに一度でも目を合わせたものは忘れることができない。なぜなら、その瞳の中にあなた自身の死が映っているから。鏡の中の自分の目を思い出した。あの変わった色。私は一人で帰ってきたのだろうか。次の夜もドアの向こうで足音がした。今度は止まらなかった。ドアが開いた。音もなく、ゆっくりと、まるで私が来るのをずっと待っていたかのように。廊下の闇の奥からそれは現れた。人の形をしていた。だが人ではなかった。背丈は天井に届くほど高く、輪郭は霞のように揺れていた。顔は影に沈んで見えない。いや、違う。見えていたのだ。ただ、私の脳が拒否していた。足が動かなかった。声も出なかった。息さえも止まっていた。それはゆっくりと近づいてきた。一歩、また一歩。足音はもうしなかった。床を踏んでいないかのように空気だけが重くなっていった。私は壁に背中を押し付けた。それ以上逃げる場所がなかった。距離が縮まる。1メートル、半メートル。そしてそれは私の真正面で止まった。沈黙が続いた。永遠のような数秒間。ゆっくりと顔が持ち上がった。影が剥がれるように暗闇の中でその目が開いた。見てしまった。手記に書かれていた言葉が頭の中で叫んだ。目を合わせるな。と。しかし、もう遅かった。その瞳は深く、暗く、底がなかった。そして、その中に映っていた。私が映っていた。横たわっている私が、冷たい床の上で動かない私が、私は叫んだ。声が出たのか、出なかったのか、わからない。ただ、全身が震えた。膝が崩れた。目を閉じた。次に気づいたとき、私は一人だった。廊下には誰もいなかった。ドアは閉まっていた。まるで最初から何もなかったかのように。だが、私の方には
涙が流れていた。そして右手の兜に一本の細い傷があった。つけた覚えはなかった。壁の手の跡、思い出した。あの温かさを。もしかしてあの手の跡は助けを求めたものではなかったのかもしれない。警告だったのだ。ここに来るなと、目を合わせるなと。私はその夜何かを持ち帰ってしまった。あの日から鏡を見るたびに思う。自分の瞳の色があの夜と同じになっていないかと。次のパートでは日本に帰国してから起きたことを話す。あの足音が止まらなくなった理由を。日本に帰ってきた。成田空港に降り立った瞬間、私は思った。あ、終わったと。あの地下室もあの足音もあの手の跡も全部ポーランドに置いてきたと、そう信じていた。IMG 夜の成田空港。一人で歩く人物の後ろ姿。最初の夜は何もなかった。疲れ果てていたから布団に倒れ込んですぐに眠れた。問題は2日目の夜だった。午前2時頃目が覚めた。理由はわからなかった。ただ気づいたことがあった。部屋の中が静かすぎた。いや、正確に言うと静かなのに何かがいる気がした。IMG 暗い部屋。薄明かりの中で目を開けている人物。足音が聞こえた。廊下からではなかった。部屋の中からだった。一歩、また一歩。あのアウシュビッツの地下室で聞いたあの足音と全く同じリズムだった。私は動けなかった。声も出なかった。ただ天井を見つめていた。足音は私のベッドの横で止まった。IMG 天井を見つめる人物。暗い部屋の空気。翌朝何もなかったように朝が来た。私は夢だったと思おうとした。でもできなかった。ベッドの横の床に泥の跡があったから。私は旅行から戻った後一度も外に出ていなかった。玄関には土はなかった。IMG 床に残る泥の跡。朝の光の中で見つめる人物。それから3週間、毎晩午前2時になると足音が来た。必ず同じ時間だった。必ず同じ場所で止まった。私は精神科に行くことも考えた。でも病院の先生に何と説明すればいいのかわからなかった。ポーランドの強制収容所の地下室から何かを持ち帰ってしまったようです。そんなことを言えるはずがなかった。IMG 窓の外を見つめる人物。夜明け前の青い空。変わったことがもう一つあった。鏡を見られなくなった。洗面所の鏡の前に立つと自分の瞳がどこか違う色に見えた。暗い、深い、あの地下室の壁の色に似ていた。あの手の跡が刻まれていた。あの壁の色に。IMG 洗面所の鏡。自分の瞳を見つめる人物。私はあの夜確かに警告を受けた。それでも私は見てしまった。触れてしまった。温かさを感じてしまった。見えないものを見たものには何かがついてくる。それが罰なのか、それとも忘れるなというメッセージなのか、私にはまだわからない。次のパートが最後になる。あの足音が止まった夜のことを話す。あの足音が止まった夜のことを話す。あれはあの地下室を出てから3日後のことだった。ホテルの部屋で眠れずにいた。天井を見上げながら考えていた。あの壁の史跡がなぜ暖かかったのか、なぜ私はあの廊下に引き寄せられたのか。そして深夜2時を過ぎた頃、また聞こえた。廊下から足音がゆっくりとゆっくりと私の部屋の前で止まった。ドアノブが動いた。私は息を止めた。動けなかった。ただじっとその音を聞いていた。やがて静寂が戻った。翌朝、隣の部屋のスタッフに確認した。あの時間廊下を歩いた者はいなかった。監視カメラの映像にも誰も映っていなかった。私はその話を聞いてようやく理解した。あの足音はあの場所からついてきたのだと。アウシュビッツで死んでいった人々は100万人を超える。その多くは名前さえ残っていない。記録されなかった命があの壁に爪を立てた。指で壁を削った。
誰かに知ってほしかった。忘れないでほしかった。ただ、それだけを願っていた。私はその願いを受け取ってしまったのかもしれない。今でも時々感じる。背後に誰かがいる感覚を、耳のすぐそばで息をしている気配を、それが怖いかと聞かれたら正直に答える。怖い。今でも怖い。でも目をそらすことはできない。あの史跡を見てしまったものとして、あの温かさに触れてしまったものとして、私には伝える責任がある。歴史は教科書の中だけにあるのではない。壁に刻まれた傷の中に、名もなき足音の中に、まだ生きている。あなたが今、この話を聞いてくれたこと、それがきっと答えなのだと思う。忘れるな、という声に応えることが